皆さんこんにちは、シンです。今回の動画は独り言シリーズの続編ということで、ただ単に僕がダラダラ喋りながら個人的な意見を混ぜて、ポッドキャスト形式で動画をお届けするものになるんですけれども、今回のお題は、なんでイギリス料理はまずいと言われているのかというところになります。どうでしょうか皆さんはイギリス料理についてどう思っていますでしょうかイギリスに住まれている方含め、イギリスに来たことのある方、イギリス料理についてはどういう感想をお持ちなのか僕はすごい気になるんですけれども、早速僕の個人的な意見をここで一発挟んでおくと、イギリス料理ね、僕は美味しいとは思わないです。別にまずいとは思わないんですけれども、美味しいとはちょっとね、お世辞にも言えないっていうのが、正直なところになります。なんですけど、美味しくないっていう表現より、秋っぽいっていう表現が正しいのかなというふうに思っていて、で、イギリスは皆さんもご存知のように、長い歴史の中でいろいろな国々と、取引をしていた、貿易をしていたっていう歴史があるので、そういったことを考えると、いろんな香辛料が実際イギリスには来ていましたし、それだけ香辛料が、この国に来ていたのにもかかわらず、どうしてっていうのがちょっと僕の中ではあって、で、ちょっと調べてみたんですけれども、イギリス料理っていうのは、中世から近世にかけては、それなりに香辛料を効かした料理っていうのがいっぱいあってですね、パイだったり、シチューだったり、ロースト系の、料理がたくさんあってですね、実は当時は美味しかったそうなんですよね。なんですけれども、それが、今となっては、ちょっと評判が悪くなってしまっているような状況だと僕は理解していて、で、貴族の方々に関しては、当時ジビエ料理だったり、珍しい果物、あとはスパイスを効かした、食べ物っていうのがあってですね、豊富なラインナップがあったわけで、そのイギリス料理全体がまずいとかっていうのが当時はなかったみたいです。ただこれはあくまでも貴族の方々が享受していたっていうようなお話にしかならないので、庶民の方々っていうのは全然別世界の食文化を楽しんでいたんじゃないかなというふうに思っている中で、今回はこのトピックスについてもう少し詳しく語りたいなと思います。ではなぜイギリス料理はまずいというレッテルが貼られていったのかを見ていきたいなと思います。食文化という意味では一番大きく影響していると言われているのが、産業革命だと言われていて、イギリスは急速に工業化したことにより多くの人が農村を離れ、マンチェスター、バーミンガム、グラスゴー、ロンドンなどの都市へと移住して、工場で働くようになりましたと。で、労働者たちの生活っていうのは当時厳しくて、長時間労働、過密な住まい、低賃金っていう環境での暮らしだったので、手間をかけて料理を作る時間もなければ気力もありませんでしたと。なので彼らにとってはご飯は楽しむものではなくエネルギーの源として見ていたんですよね。で、当時の庶民というのはパン、じゃがいも、お茶、余裕がある時に肉や魚というかなり質素なものでした。で、野菜も結構レアだったそうで、タンパク質は高級品扱い、そして調理設備ですら共同スペースでの利用だったみたいです。でもこういったことにより特に伝統的な地方料理の文化っていうのが姿を消していったみたいです。そして缶詰や保存料といった加工食品の技術っていうのも進化していってですね、長期保存できてとにかく安くて手早く食べられる料理が普及していきました。で、食事とはちょっと違うんですけれども、アフターヌーンティーを簡単にご紹介すると、1840年代、ベッドフォード公爵夫人アンナによって始められたとされています。当時、夫人の夕食の時間っていうのが遅くてですね、8時、9時とかっていうふうに言われていた中で、午後に小腹が空いた夫人っていうのは、ケーキとお茶を持ってきてっていうふうにお願いしたそうで、そこがスタートだったみたいです。というので、この習慣っていうのが、上流、中流階級の間で流行して、19世紀末にはですね、イギリスを代表する優雅な食文化へと発展していきましたと。で、ある意味この儀式的な文化は、世界から注目を集めてですね、今日まで受け継がれているような状況なんですが、実際ロンドンの高級ホテルとかですね、よくアフターヌーンティーを楽しみに行く地元の観光客っていうのがいるんじゃないかなと思います。ただね、これは当時あくまでもその上流階級の文化でしかなくて、アフターヌーンティーっていうのはね、一般の家庭にはなかなか浸透していなかったようです。ちなみにこのベッドフォード公爵夫人アンナはですね、日本の午後の紅茶のブランドにあるイラストの女性の方になっているみたいです。なのでここで点と点が僕の中ではつながりました。そして産業革命期の食文化へのその無頓着な考えっていうのは、世界大戦でさらに強くなります。で、2度目の世界大戦中にですね、国内では食料が配給制になったこと、そして新鮮な食材はほとんど手に入らなかったことが重なって、食べるっていうのは生き延びるためのものになっていったんですよね。
で、これが一番国民の味覚、そして食に対しての関心を変化させた事件なんじゃないかなと僕は思っていて、現在に至るのではないかなと思います。で、戦後はですね、便利な食べ物っていうのが優先されて、70年代、80年代、スーパーが普及したことによりですね、レトルトや冷凍食品に、消費者の流れがシフトしていきますと。で、こういった便利食のスピード、あとはコスパがいいっていうので、料理への探求心っていうのがさらに後退していったんじゃないかなと言われてるみたいです。で、この時電子レンジも一般家庭に普及し始めましたし、レトルト、冷凍食品の流れへのシフトっていうのが後押しになったんじゃないかなと思っていて、テイクアウト文化も当時成長していったんですけれども、基本フィッシュ&チップスとかだったので、やっぱり質を追い求めているとは思えないんですよね。ちなみに過去にフィッシュ&チップスについての動画を出しているので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。で、今でもですね、そのイギリスのスーパーとかの冷凍食品のセレクションってめっちゃ豊富やし、その缶詰だったり、豆類が非常に多い気がしております。で、電子レンジについて一言だけ言うと、その昔フランスのレストランに特化したその料理番組で見たんですけど、その中から上位クラスのレストランでは電子レンジがないのがすごく印象として僕の中では残っていて、その場で一から準備して提供しているらしいんですよね、料理を。というのを言われたときにですね、イギリスのレストラン、特にパブとかですよね。で、電子レンジを見かけるのは、かなり多いんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、イギリスにはですね、大手のパブチェーン、ウェザースプーンというところがあるんですけれども、ここは普通に、パブとしてお酒を提供してますし、あとはちゃんとしたご飯も提供しています。で、何ヶ月か前に、そのスタッフが厨房の様子をですね、隠し撮りして、それを SNS にアップしたんですけれども、その動画の中にですね、そのシェフの姿っていうのはなくて、料理はすべてプラスチックのパックに入っていて、それをスタッフがチンして、袋から出してお皿に乗せて、一つの料理として提供していたらしいんですよね。で、当時ウェザースプーンの反応としてはですね、うちは値段が安いからそんな期待されても困るんやけど、みたいな、感じだったんですけれども、これが結構な反響を呼びましたと。で、僕は実際ウェザースプーンの料理食べたことあるんですけれども、美味しいんですよね。なんで、レトルトだって分かった瞬間に、多少のショックというのはあったんですけれども、値段に見合ってる気はするんですよね。なんで僕は全然気にしないんですけれども、これが例えばその50ポンド、100ポンドの、お金を使ってご飯を食べていて、それがレトルトだったら僕はちょっとね、さすがに思うところはいろいろあります。で、普通に考えてですね、お店からすると、そっちの方がコスパはいいですよね。なので、ウェザースプーンのようなチェーン店の場合だと、セントラルキッチンで具材、あとは調理済みの食品とかをあらかじめ用意してですね、それを密封して、お店に届けて注文されたらチンして提供するだけって考えたら、味に対してのクレームとかがない前提で、これは効率的だと、僕は思います。そして以前視聴者さんからいただいたコメントの情報なんですけれども、その方はですね、こっちでレストランを経営されていて、お店で出す料理っていうのは手作りで、提供していますと。なんですけど、レトルト食品を、売る会社の人が何度か営業をその方に、かけたそうで、本人は断っていたそうです。でも、その方の知り合い、業界内だと思うんですけれども、レトルト食品を使っているところが、やっぱりそれなりに多いみたいです。で、レトルトっていう点に関して言うと、その最近チキン料理を提供する、大手のチェーン店のナンドースっていうのがあるんですけれども、ナンドースも、同じような形態で運営されているっていうのが明るみに出てですね、かなり反響がありました。で、実はナンドーズで提供されている料理ってほとんどもう調理済みの状態でお店に届いていて、注文されたらですね、炭火を焼くグリルっていうのがあって、そこで温めてるだけなんですよね。で、冷凍食品の質ってここ最近、特に日本とかでレベルアップしているので、レトルト食品だったり、冷凍食品イコールまずいとは僕は思わないんですけれども、敏感な方は、これはまずいというふうに見なしても仕方がないのかなとも思ってたりします。で、このレトルト食品だったり冷凍食品の流れというのは、イギリス料理屋さんだけじゃなくても、その多国籍料理屋さんも同じようなアプローチをしているっていうふうに僕は理解しているので、これを見る限りですね、そのイギリス料理がどうのこうのっていうよりかは、そのイギリスで提供されている料理がどうのこうのっていう話になる気がします。いろいろ歴史的な背景もありながらですね、そのまずい料理の国っていうイメージが残っている中ですね、変化が今起こっているみたいで、そのロンドンは今やですね、その世界有数の美食都市という風になっ
ていて、ミシュラン星付きレストランも多数にあって、その地元食材だったり、季節感を大切にした料理が生まれているそうなんですよね。で、もちろんそのミシュランの星の数だけで、その国の食文化が全体的にレベルアップしているとは言うつもりは全くないんですけれども、これは一ついい兆しなんじゃないかなと思ってます。そして新鮮な地元の食材が買えるファーマーズマーケットとかも、人気を集めているそうで、僕の近くのファーマーズマーケットとかはね、毎週賑わっているんですよね。なんで、少しずつではあるかもしれませんが、人々の食に対する考え方が変わってきていて、その料理がレベルアップしているっていうふうに考えることもできますし、あとはその外国人が増えているせいかですね、多国籍スーパーをはじめ、イギリスの大手スーパーでもですね、食材がいろいろあって、びっくりしています。で、個人的にちょっとびっくりしたのはですね、白菜だったり、タイバジルっていうのが、大手イギリスのスーパーとかで売られていたことですかね。じゃあイギリス料理はなぜまずいというふうに言われているのかっていうのを見ていったときに、歴史的な背景を見るとですね、なんとなくかなりスッと頭の中入ってくるような内容になっているんですよね。ただ、保存食に関して、一つ言うと、その日本の保存食で、代表的なのが、例えばサバ寿司とかがあると思うんですけれども、サバ寿司って普通にうまいじゃないですか。僕はすごい好きなんですけど、そのイギリスの保存食といえば、そのピクルスだったり、マーマイトだったり、ワンプッシュ足りない気はするんですよね。ピクルスとマーマイトがうまいのかどうかっていうのは別として、イギリスの保存食イコール、そういった考え方である中、日本ってもうそれを一つのね、料理として、提供しているので、そこの違いは、多少あるんじゃないかなというふうに思ってます。じゃあイギリス料理をはじめ、イギリス国内で提供されている多国籍料理も、まずいのかって言われたら僕はそうは思っていません。もちろん当たり外れっていうのはめっちゃあって、もうほんまね、外れのとこは外れです。ただこれはね、主観なんで、僕がうまい、まずいって言ったところで、違う方からすると、全然意見が違う可能性はあると思うんですけれども、少なくともロンドンに関しては、もうほんまね、全世界の料理が食べられるんじゃないかっていうぐらい、ラインナップは豊富だと僕は思っています。ただですね、地方とかに行くとオプションっていうのも減りますし、あと質もちょっと落ちてしまうっていうのが、個人的な実感としてはあって、それは致し方ないのかなとも思ってたりはします。皆さんはこのイギリス料理というか、イギリスで提供されているご飯についてはどう思っていますでしょうか？ぜひ、ご感想をお聞かせください。で、僕の中でのイギリス国内における、トップ3のレストランをご紹介すると、1位はですね、群を抜いて、スコットランド・グラスゴーにあるケルプっていうところなんですけれども、ここはですね、海鮮料理、地元の海鮮料理かなんかを提供している、料理屋さんで、小皿で出てくるんですよね。なんで、タパスみたいな感じで出てきて、居酒屋感覚で行けるので、非常におすすめですし、本当にね、僕はご飯が美味しいなと思いました。なので、グラスゴーってなかなか、行くようはないと思うんですけれども、サッカーファンだったらおそらく、行かれる可能性はあると思うんですけれども、もし行く機会があれば、ぜひ行ってみてください。で、2位はですね、イギリス南東部のケント州にあるウィスタブルっていう町のウィーラーズっていうお店があるんですけれども、ここは生牡蠣が結構食べられるお店です。僕は生牡蠣好きなんですけど、生牡蠣の料理だったり、あとは海鮮全般が食べられる料理屋さんになっていて、ここもかなり美味しいと思いますし、ロンドンからそこまで遠くないのでね、日帰りで行けちゃうっていうので、かなりおすすめはしています。で、3位はですね、ロンドンのお店になるんですけれども、セントジョンというお店で、僕が行ったのはバービカンの、駅の近くのところなんですけれども、あそこってチェーン店なのかちょっと僕も分かってないんですけれども、僕が行ったのはバービカンにあるセントジョンっていうお店になります。セントジョンはですね、家庭的な、なんだろう、農園の食事が楽しめる料理屋さんなんですよね。なんで、その肉もいろんな種類があったりしますし、野菜もいろんな種類があってですね。で、味もめっちゃいいと思いますし、コクもあってですね、本当に料理を理解してるんだなっていうような、傍から見ててですよ、は思いました。ただ、値段は結構張るので、そこだけちょっと気に留めておく必要があるのかなと思います。ということで、これが僕の中でのトップ3なんですけれども、もし、ここもですね、皆さん行かれたことがあるのであれば、ぜひ、教えてください。ということで、今回の独り言シリーズは、イギリス料理はなんでまずいっていうふうに言われているのかっていうところの動画になります。こちらで以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。